こんにちは。たくさんの旅行 Vlog の中から見つけてくださってありがとうございます。では本日5日目、熊本から大分県まで少し横断します。少しっていうのは原尻の滝からまた熊本まで折り返し走る予定なのです。でも走る距離が200キロ超えなので、今回の宿泊は道の駅原尻の滝の予定です。阿蘇山までの道路は市街地を抜けてパノラマラインに入ると、名前の通り視界は広がり、標高1150メートルの山上広場まで上りの道のカーブの多い道を運転するのは大変みたいでしたが、ドライブ好きな人は運転を楽しめる道だと思いました。車酔いする人は大変かもしれませんが、九州の道がこんなにアップダウンの多い、しかもヘアピンカーブもあって大変な道が多いとは実際走ってみないとわからなかったんです。行ってみて体験して初めてわかることですね。雲の様子を見ると、雨が降ってくるのか霧が出るのか、山の天気は変わりやすいのでドキドキでした。山上展望台に到着です。河口付近までの展望台には今は行けないみたいですね。昔修学旅行できた時は河口まで行けたんですが、その後に何度も噴火があって危険なようです。九州は温泉がたくさん出ていていいなぁとは思いますが、火山の噴煙とか噴火とかは心配ですね。阿蘇山の火口湖の水量は少なくなっていました。全国的に水不足が問題になっています。今回温泉施設の検索中に水不足が影響して休業しているところもありました。今日は阿蘇から原尻の滝までの工程で温泉施設が見つからなかったので、今日の温泉はなしになりました。九州に来たら温泉が楽しみなんですけどね。一旦いちごちゃんを車中に残して阿蘇火山博物館に行ってみます。入り口は
溶岩トンネルでした。中には今までの噴火の様子などについてのビデオを見ることができました。火山と共生するアミューズメントを大画面で見れました。今からいちごちゃんと一緒に展望台まで行きたいと思います。少し風も吹いていて寒くなってきています。車に乗ってばかりだと運動不足になりがちで、いちごちゃんも一緒に歩けて喜んでいます。私たちもちょうど良い運動量かなと思いながら頑張って歩きます。外で一緒に歩くときは粗相のないようにいつもお散歩セットを持参していますが、いちごちゃんはおもらしをしたことがなく、決まった時間に排泄をしてくれるので、こうして一緒にどこへでも行けるわけです。晴れてたと思ったら急に霧が立ち込めてきました。阿蘇のパノラマラインを今度は大分県の方に向かって走っていきます。霧が出ないことを祈りたいです。5月の頃になれば阿蘇中岳を望む緑鮮やかな草千里が有名だけど、4月の草原は野焼きをしたばかりなので新緑がぼちぼち伸びてきているという感じでした。春から夏のパノラマラインは草原の緑がすがすがしく、夏の深い緑、秋の紅葉、雲海が美しい冬と四季それぞれどの季節も良いみたいですね。道路はくねくねとカーブが多く、運転する人は景色が見られないのはかわいそうですが、主人は乗り物酔いをする人なので、ハンドルを握ると酔わないからほとんど一人で運転していました。途中で運転変わろうかと言っても、こんな道は横に乗ってたら寄ってしまうらしいのです。野生の馬がいました。放牧された馬が歩く姿が絶好のロケーションです。熊本といえば馬刺しですが、私たちは馬刺しは食べられないので、今回熊本では馬刺しが有名としても食べないんです。道の駅原尻の滝に到着です。
阿蘇山の展望所から1時間ほどのドライブを楽しんで、次は原尻の滝です。よく見てる九州の YouTuber さんもアップされてて、九州に行くならこの滝も見てみたいなと思い、コースをいろいろ考えてはるばるとやってきたわけです。九州は広い。まさにこの桜は満開です。かわいいチューリップ畑もあって、春爛漫の原尻の滝です。滝の形がナイアガラの滝みたいで、もう少し水量があればもっとナイアガラの滝なんでしょうか。川に吊り橋がかかっているので、そちらからも見ることができ、吊り橋を渡ると滝の方まで遊歩道があるので、滝の上まで行くことができるみたいなので、早速渡っていきます。高所と吊り橋が大好きで困ります。日本にはいろいろな滝がありますね。これからの旅行で観光ルートにあまり載っていないような、そういうところにもどんどん行ってみたいなと思います。地元情報が今は簡単に得られるので便利ですが、実際行ってみてがっくりなところも多いと思いますが、地元情報が重宝します。吊り橋を渡って横の側道をゆっくり歩いていくと、滝の上に出ました。湧き水が川となって鳥居の下を流れていて、高さ20メートルの崖を水が落ちていきます。滝幅は120メートル。規模は小さいけど東洋のナイアガラと称されています。水はそこまで透き通って澄んだ水でした。とても素敵なところでした。今日は道の駅原尻の滝でお世話になります。原尻の滝で車中泊をした後、また大分から熊本に向かいます。今日の予定は熊本城です。震災から少しずつ復興してきています。ちょうど桜も満開で、観光客もどんどん来られています。天守閣の方に向かう道は桜のトンネルになっています。見事な満開の桜です。今日は復興した天守閣の方に登りたかったけど、ペットは入場できないので、今回は周辺散歩になりましたが、この満開の桜を見ながら歩くことも楽しいものです。
そんな失礼なことしたらあかんわな。あ、ここ葉っぱが出てる。桜だ。くまモンもいらっしゃいましたよ。いちごちゃんもカートの中で辺りを興味深く見ていました。いちごちゃんはこのカートがお気に入りで、いっつも自ら乗ろうとします。賑やかな熊本城から少し走って八代城跡まで来ました。ここの桜も今満開を迎え見頃らしいのです。お堀を渡っていくと満開の桜が迎えてくれます。この桜白いね。先ほどの熊本城と違って静かにのんびりと桜を見ることができました。こちらの桜はソメイヨシノが約200本です。公園の駐車場は無料で約50台ほど止められます。この時期だけ夜はライトアップされて夜桜を楽しむことができるそうです。今日はホテルに泊まります。ペットの泊まれるホテルなんです。知らぬいホテルってめっちゃかっこいい名前ですが、昭和感 100% のレトロなホテルでした。車中泊を6日間連続したので、そろそろ体がしんどくなってきていました。今日は落ち着いた和室で手足を伸ばしてゆっくりと眠ることができそうです。おトイレも洗面台も清潔でした。今日は宿泊のみで食事は頼んでいなかったので、ホテルに行くまでに地元のスーパーマーケットに寄って刺身とかお惣菜を買ってきました。ホテルに氷も電子レンジもあるので、今日はお酒も少し多めで満腹な夜でした。最後までご視聴ありがとうございました。
九州一周あと半分となりました。最後まで頑張ります。